皆さんこんにちは、さおりです。今日はですね、タイトルにもあります通り、英語×IT で人生が変わった話について話していこうと思います。本当に、私もですね、海外に出て人生が変わった人間の一人と言ってもね過言ではないくらい、かなり自分にも自信がついたし、数年前の自分だったらまずこんな YouTube でカメラの前で喋ってるっていうことも想像できなかったぐらい、本当にもうガラッと人生が変わったんですね。で、ここで何を言いたいかっていうと、もう単なる自慢話がしたいわけでもなくてですね、現在グローバル企業のエンジニアとして働いてるんですけども、その中で感じる、英語 IT っていうスキルのね強み、この2つのスキルが、いかに強いかっていうことに関して皆さんにシェアしていきたいと思います。ですね、未経験だけどちょっとエンジニアになってみたいとか、IT 業界興味あるなとか、将来海外に住んでみたい、働いてみたくて英語勉強してるけどなかなか一歩踏み出せないとかっていう方のぜひ背中を押せるためになるような、そんな動画になったらいいなというふうに思っておりますので、ぜひ興味がある方、そうじゃない方もね、ぜひ皆さん最後までこの動画ご覧いただけると嬉しいです。簡単に私の経歴についてお話ししたいんですけども、私は2023年の6月にオーストラリアにシドニーワーキングホリデーで入国してきました。そこでさっき申した通りね、現在の企業に就職することが運よくできまして、現在はスポンサービザをいただいて、引き続き同じようにね働いております。この YouTube では就職活動に関するポイントであったりとか、私の苦労話、また経験であったりとか、あとはシドニーの日常生活を Vlog 形式でもお届けしているので、ぜひチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。お願いします。ここでですね、なんで IT と英語が最強なのかっていう話について入っていきたいと思うんですけども、私は日本の日系企業で働いていた経験があります。で、私含めて特にエンジニアですね、営業さんとかは英語話せる人も結構いたりするんですけど、今もね仕事でちょっと日本のお客さんと話したりとか、それこそ実際に日本に出張してみたいなことがあったんですけど、そこでもやっぱり技術者ってなるととことん英語がダメっていう方が本当に多いです。なので裏を返せばですね、技術も分かって英語もできたら日本人としての市場価値はめちゃめちゃ上がるんですよ。それこそオーストラリアの場合だったら英語を話せることがベースとしてなるんですけども、プラスアルファで私たちは日本語が話せますよね。なのでそれが強みになるし、本当に言語一つ習得してかつ IT のスキルがある、本当にこれってめっちゃ強いんですよ。こっちに来てそれをすごく痛感しました。もちろん給料にね反映されるっていうのはもちろんあります。英語っていうスキルをプラスするだけで。あとはですね、英語を通じて、レジュメの作成や面接、また業務も行っていくわけなんですけども、その中で、自然と自分の英語力も上がっていくこと、あとはいろんなグローバル的な観点を身につけられることっていう点でもすごく勉強できる機会が増えるなっていうふうに思います。またそのね環境に身を置くことでさらに自分の市場価値っていうのも上げられるんじゃないかなっていうふうに思います。英語を学んでよかったなって思う瞬間ってすごくたくさんあるんですけども、大きく3つがですね、1つ目、先ほど申し上げた通り自分の市場価値が上がったなってすごく実感します。もちろん今までできなかったことができるようになったわけですから、そこはねかなり自分への自信にもつながります。あとは英語が使えることで、収入であったりとか、あと働き方についても選択肢がかなり増えるんじゃないかなっていうふうに思います。どうやって私が海外就職をすると決断できたのかっていうところについて話していきたいと思います。私は本当にごく普通の会社員だったんですね、日本で。私は大学を卒業して、新卒で大手の日系の SI 企業に入社したんですね。でそこで私の学部は情報系ではなかったので、本当に入社してそこの研修でもうほぼ一からコンピューターサイエンスみたいなところは
もうない状態で入社しました。なのでそこで勉強をして、この日系企業で3年半から4年ほど、勤めました。そこでのね経験した内容については別の動画で詳しく話しているので、ぜひ興味がある方見ていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そこでですね私の英語力に関してなんですけども、本当に私は英語が得意では全くもってありませんでした。その日系企業でもTOEIC600 点を取らないと昇給できないっていうね規定があったんですけど、それももう全然無理みたいな感じだったんですね。で同期の中でも結構いつ取った、もう TOEIC 受けたみたいな話とかもしたりしてた中で、私はもう300点台をね本当に叩き出してるような人間だったんですね。本当に情けない今はね英語も勉強したので、TOEIC は850点オーストラリアに来る前に取得したんですけども、その頃は600点がもうどんなに高い点数かっていう風に思ってるぐらい英語が苦手でした。あと留学経験も周りのね人みたいになくてですね、それこそ大学生の時に2ヶ月間フィリピンに語学留学に行きました。それも TOEIC 対策コースみたいな形で周りもね日本人だらけだったので、もう授業以外は日本語を喋ってしまうようなね、本当にもう留学の失敗テンプレートみたいなことを本当にしておりました。そんなね経歴を持ちつつも、なんで海外就職しようかって思ったかっていうと、心の奥でですねずっとなんか海外に住んでみたい、海外旅行とかがすごく好きでいろんな国に行ったりもしたんですけども、そういう中でいつかしてみたいなって思ったけど、それにずっと蓋をしてたんですね。なんか自分にはできないんじゃないかとか、今でもすごく幸せだし、日本での生活でもっとできることもあるしとかっていう風に言い訳を並べては今の人生を変えようという勇気がなかったんですね。なんですけどある人と出会ったのがすごく大きな私の中でターニングポイントで、その人は、本当にずっとまっすぐ自分の夢に向かって生きている人だったんですね。でその人も海外関連の仕事に就いている人で、私とは違ってですね大学時代にも留学経験があったりとか、本当に大学時代からその夢に向かって動いているような人でした。でもその方に出会ったっていうのがすごくきっかけで、自分の人生このまま終わっていいの？終わったら絶対後悔するよねっていうふうに思って、もういても立ってもいられなくなって退職を決意しました。その退職前にもですね、駐在で海外に行くっていうチャンスも、なくはなかったんですけど、やっぱり自分へチャンスが回ってくるタイミングっていうのはやっぱり自分ではコントロールできない、やっぱり会社の都合になっちゃうので、行くなら1歳でも若い方がいい、もう今しかないっていうふうに思って、次の日にはもう退職について私は調べ出していました。なのでその自分が行くぞって決断してからはすごく迷わずに物事を淡々と進めていったかなっていうふうに思います。ざっとそれが私のきっかけなんですけど、ただ一人の人と会っただけかって今思えば思うんですけど、でも多分ずっとこの潜在意識の中にあったものでも、ずっと楽な方っていう言い方はあれなんですけど、こうあるべきっていう道を進んできて、でちょっと夢っていうものをね蓋してたんですかね。それが多分パッてそれがきっかけで開いてでやろうっていうふうに思えたんですね。なので皆さんもいつどんなタイミングで、そういうふうにね思える時が来るかとか違うと思うんですけど、本当に思った時がタイミングで、その時が一番若いのでね、本当に自分の気持ちとか決断っていうのを信じてね前に進んでいただけたらなって思います。ざっとそれが私が海外就職を決意したきっかけなんですけども、そこからですね私は
先ほども話した通り英語が得意ではなかったので、早速自己学習から始めました。大学受験の時には、割となんでしょう、ちゃんとって言うとあれですけど、ちゃんと勉強していたので、基礎が本当にゼロだったかっていうとそうではないとは思います。なんですけど、そこのやり直し、本当に文法、発音はちゃんとやってなかったので、発音、単語から本当に基礎からやり直しをしました。でその後にフィリピンのIELTS 対策校に行きまして、そこでがっつり3ヶ月間 IELTS の対策を行いました。そこで結構私の英語力はガンと上がったですね。これも別の動画で話しているので、ぜひ見ていただけたらと思うんですけども、その留学経験を経てオーストラリアのワーキングホリデーに来ました。で、就職活動したんですけど、そこはね、本当に大変でした。もう何百件とアプライしたんですけど、もう全然返事が返ってこないっていうね、日々を送っていましたね。なんですけど、運よくね、今の会社に面接することができて、実際に採用していただいてエンジニアとして働くことができております。これもですね、ワーホリできて実際に就職するってすごく無謀なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、やってみたら意外になんとかなったりとか、もちろんその自分の行動力とか努力次第なところもあるし、あとは運要素もあるんですけど、ちゃんと日本の経験があって、IT の経験があって、英語も勉強していたからこそ今のチャンスがね、巡ってきたんじゃないかなって個人的には思っております。今日ね、この動画で何を伝えたいかっていうとですね、IT× 英語っていうのは本当に最強だなって私は思います。オーストラリアでもですね、ビザを申請するのに職業リストっていうのがあるんですね。この職業リストは人材が足りてないから積極的にビザを発行するよっていうようなのがあるんですけども、その中にも IT の職種は結構入っていますし、日本でもね、やっぱり IT 人材不足っていうのが課題として挙げられていると思います。その中でいろんな技術わかる人っていうのはかなり需要が高いと思います。その中でかつ今後ね、グローバルな視点っていうのがかなり求められる中で、英語が話せると周りと比較して、頭一つ抜けて、キャリアがね築けるんじゃないかなって私は思います。私みたいな本当に普通な人もちょっと頑張ればこうして何か人生をね変えるきっかけをつかめる、そんなねちょっと皆さんに勇気を与えられるような動画になっていたらいいななんていうふうに思うんですけども、私でもできたので皆さんにも絶対にできると思います。IT がねもうすでに結構できる人は英語が課題になると思うんですけど、そんな方はねフィリピン留学は私すごくおすすめします。短期間でガッと集中してあげられるのでかなりおすすめです。また IT をね今後考えていてあんまり経験はないんだけどっていう方はですね、こっちで IT を勉強するっていう選択肢もあります。なので少し海外就職に興味があるけど方向性に悩んでるっていう方であったりとか、単にキャリア悩んでるっていう方ね、別で電話相談も実施しておりますので、インスタグラムの DM の方からメッセージいただければ相談にも乗れますので、お気軽にご連絡いただければと思います。いかがでしたでしょうか。今日の動画はですね、いかに IT 英語っていうスキルが世界規模で必要とされているかっていうところ、人生を変えるきっかけになりますよっていうところをね話していきました。今後留学ワーホリ興味がある方や海外就職目指している方のね、少しでも力になる動画になったらいいなと思います。別途質問や意見コメントなどありましたらぜひコメント欄にてお知らせいただければと思います。じゃあ今日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。